はい、今日はこれからですね、さつまいもを植えていこうと思います。植える前に畝立てしてからちょっと経っちゃったので、もう一回さらっとですね、今幸運かけているところです。で、今年はなんか焼き芋に向いてしっとりしているっていう紅はるかをですね、100本ほど購入してきました。で、この今見えてる場所ですね。ここのエリアに今年はさつまいもを植えていこうと思います。あと前回植えたこんにゃくダメかなと思ったんですけど、ちょっとずつ芽が立ち上がってきたので、なんとかいけそうな感じですね。じゃがいもの方も結構芽が出てぐんぐん育ってきてます。なんか最近幸運期の調子が悪いらしくて、ガソリンがオイルの方に逆流しちゃうって混ざっちゃうらしいんですよね。なのでこの幸運期も何年か前に中古で買ったんですけど、もうちょっと大きいやつ買わなきゃないかなって今検討中でした。今年の土はだいぶいい感じになってきましたね。先週紹介した鮭は毛がですね、咲き始めました。他のやつはまだちょっとつもり状態ですね。こっちの方はつぼみが白いので別品種ですね。かわいい。これが朝鮮蓮葉なんですけど、その後ろにも実は花木がありまして、今はこっちがちょっと終わりかけって感じですかね。これはこれで綺麗な花です。ちなみにあそこにあるのは秋田吹ですね。毎年でっかくなります。可愛いんですよ、この丸花鉢。一生懸命花粉を集める。ここでしょ。ここにほぼ幸運は終わりですかね。今度はかかるんですかね。そこいい。フラグ立てなくていいんですよ。あ、かかったかかった。よかったね。セーフ。はい、4畝できましたね。で、今、なおさんがスコップで平らに鳴らしてます。立派な畝だ。レタスだけもう食べ盛りでもりもりしてます。ナスもね、めっちゃ元気。トマトも元気ですね。
こスナップエンドウ。なり元気に育ってる。花も咲いてきたし、めっちゃ順調に育ってるよ。はい、じゃあ今度はマルチしていこうと思います。はい。はいシルバーマルチ。はい、じゃあさつまいものですね、今年は紅はるかを100本植えていこうと思います。で、今回もですね、植える前にやり方調べたんですけど、今回は30センチのところに目印つけた棒ですね、30度にぐいっと刺して、でちょっと上にクイッと開けて隙間を開けて、その隙間に苗を差し込むっていうやり方が簡単らしいので、それでやってってみようと思います。この先端が成長点らしいんですけど、ここの手前までを全部植えるそうです。なので抜いて、ここと葉焼けしないようにこっちに土をかけると、これで OK。よっ、成長点。はい、買ってきた苗がですね、25本入りで1束なんですけど、今数えたら1畝に19本だったので、4畝だと明らか足りないっていうことが分かりましたまあとりあえず残りも植えていこうと思います。今1束目が2畝の半分過ぎたところですかねまで行って、ようやく植え終わりました。今回4束買ってきたので、もう明らか余るんですけど、ちょっとどうしようかなと思って残りを植えていきたいと思います。はい、朝からずっとですね、さつまいもの植え付けやってたんですけど、何時かな、7時半ぐらいから始めて、今11時過ぎなんで、だいたい3時間近くかかってましたね。100本全部植え終わりました。初めは4本だった畝が結局1、2、3、4、5、6本近くになりましたね1.5 倍ぐらい増えてます。で、今度この畝間に雑草生えてくるの嫌なので、余ってるもみ殻巻いてマルチングしていこうと思います。はい、これでまず1列ですね。じゃあ2列目やってみます。はい、では3列目やっていきます。これでもみ殻マルチ全部敷き終わりですね。引き手はラスタですね。さつまいもに水あげていこうと思います。どうですか、立派になったでしょ。いっぱいにあった水がめっちゃ多いし、めっちゃ多いあれ
小規模化する予定ではなかったんですか？さつまいも以外は小規模だよ。さつまいもだけなんか大規模になっちゃった。なんかね、ちょっと思わぬ感じでね、あ大規模になったね。あ、そうですね。マルチいい感じでしょ。ああ、そうだね。もみ殻マルチが。分厚く敷いといたから。ああ、結構あったね、もみ殻。結構あったよ。ちんくん、呼びに来た。お昼だぞーって。なんかあそこで止まっちゃった。途中までルンルンで来たのにあそこで止まっちゃった。なんか匂いがするな、あそこいやけどちょうど良かったね。暑くもなく、うん寒くもなく。で。で、明日雨だからね。うん。明日水やりしなくてもいいし。あ昨日雨だったからね。昨日雨で明日雨だからちょうどいいです。ね。今年もいっぱいさつまいもができるわけですね。できるといいね。半日費やしたからな。まあだいぶ効率よくね、前よりはね。できるようになったんじゃないかな。まあ秋が楽しみですね。そうだね。これでだいぶ雑草はね防げるとは思うから。全然いい、全然いい、マジで。よし、じゃあお昼ですね。はい。屋根の方の塗装の続きですね。で、まだ離れの2階の部分の屋根は塗ったんですけど、1階の部分はまだ掃除もしてない状態なんで、高圧洗浄機で洗っていきたいと思います。現状はこんな感じですね。苔がすごいですね。で、なぜかガラスが割れてます。割れてる。サイズがなかったのかな。なんか無理やりにつけてる感じです。で、仕方ないんで白いテープでこうペタペタ貼って水が入らないようにしてますね。じゃあ早速やっていきます。あれスイッチ入ってんのよ。はい、じゃあ洗っていきます。はい、綺麗に洗い終わりました。こんな感じですね。ちょっとこの木の部分ですか。木の部分も洗車機当たったっけ、表面の汚れ取れて綺麗になりましたね。で、屋根の方も苔だらけだったところが、はい、いい感じになりました。これで乾いたら塗装できますね。はい、屋根を塗っていきたいと思います。あとはこの前に塗ったとこですか、塗り残しがあるんで、そこもやっていきたいと思います。ではそれじゃあ現場に持ってきます。はい、また屋根の上に持ってきました。今日は塗り残しですね。こうやって見ると結構あるんですよ。塗り方が反対側からやってるんでちょっと見えないんですよね。片側からしか見えない。今だと乾いてるんで、その上塗った方向とまた逆側から見てみるとこういう風に塗り残しが見えるということで、
塗り残しを塗っていこうかと思います。だいぶ塗り残しはないですね。であと少しなんですけど、ここから見るとこんな感じで、結構塗り残しなんですよね。塗り残しなくなったと思います。また乾いてから最後のチェックで入れたいと思います。で2紙面ですか。意外と最初の一発目が綺麗に塗らさってるのかな。塗り残しが少ないですね。まあそこら辺とかちょっと青く見えるんで塗り残しありますね。次回ですね、こっちの方もやっていきたいと思います。はい、午前中に洗った外部分ですね、そこを塗っていきたいと思います。とりあえず北面からやっていきたいと思いますね。どうですか？あ、いいよ。いい感じ？うん。そういう時ははい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。屋根が塗り終わりました？まだだね。まだちょっとまだちょっとだけ残ってる。北側ねの塗り残しの部分を、まあ乾いてからまた塗るかなっていう感じだね。そこが濡らさっただけでだいぶ違うね。でもそうだね、青から赤になったね。あとあそこサビだったから、そうだね、だいぶよく見える。立派になったようには見えるね。あの一角だけね。あの上まだ途中だし、こっちの外壁すごいし、なんなら軒天すごいしっていうので、まだまだひどいとこいっぱいありますけどまあちょっとずつね。まあ、そうちょっとずつ良くなっていこうっていうか。そうだね。直樹さんがやってる間にね、庭の方も草刈ってだいぶすっきりしたんで。そうだね、草刈ってね、いい感じ。
集めた雑草はね、うんさつまいもの横、うん本当のさうねまじゃない方っていうか端っこの方、はいはいはい、あそこだけ一列残ってたんで、あそこに全部突っ込んどいた。いいことです。ちょっとでもね雑草が減るように。雑草がね雑草に侵食されないようにね、まあこれであれだよね、一応色的には屋根は統一したって感じだよね。あと北側の塗り残しをちょっとやれば離れの方は屋根はいいかなって感じですか。そうだね。ここが濡らさって前回でここのね、高いとこ2つ濡らさってたんで全部こっちが同じ色に統一されたんでいい感じになったね。いい感じになった。よいしょ。そこにいると見えないからここでお別れですね。見えるこれで。見えてるよ。バイバーイって。バイバイ。おろせー。タコ嫌いだもんな。はい、じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。